こんにちは。今回はアルカスイスをテーマにやっていこうと思います。何の前触れもなくいきなりキャラチェンジをして皆様におかれましては大変びっくりされていることと思います。動機としましてはですね、2021年3月新エヴァンゲリオン劇場版エヴァンゲリオン終わりました。2021年4月9日進撃の巨人最終話、これも堂々の完結いたしました。こうなってしまったからにはですね、もうやってらんねえぞと、やってらんねえなっていう、というわけで、目次いってみましょう。ちょっとレンズを使いまして、ちょっとねリハビリもちょっと光栄なことにですね、お仕事もちょっといただいたりしてて、リハビリちょっとしないとやばいなっていうのもありまして、アフレコじゃなくてリアルタイムで喋るのはちょっと初なんですけど、本当に大丈夫かなっていう感じで、今回の目次です。アルカスイスとは、めちゃめちゃアルカスイス超いいんですよ。アルカスイスってもうね、卓上三脚に始まり、こういうカーボンの三脚にもつけてるし、こっちはですね、今一脚にもつけてるし、ここのジンバルにも全部アルカスイスクイックシューっていうですね、ここにこうつくやつがこうアルカスイスがこうねつくやつ、こうはめるクイックシューっていうんですか、クイックシューっていうんですか、それを全部につけてるんですよね。でどのカメラがどの三脚だってジンバルだってどのアタッチメントに来てももう速攻で変えられるし、いちいちこうシューをね、三脚のねシューとかでそれぞれねメーカーとか型番によってサイズ全然違うんで、すげえめんどくさいんですよね。そこをアルカスイスクイックシューに統一してしまうことで、とても合理的に、ことを運べるっていう、ことなんですけども、なのでめちゃめちゃアルカスイスはちょっとカンペ見ます。めちゃめちゃいいんですよ。だからアルカスイスのまずアルカスイスのメリットをまとめますと、どのジンバルでも三脚でも一脚でもどのアタッチメントに来ても、カメラが複数あっても全部アルカスイスクリックシューをつけておけば速攻で付け替えができるっていうのがまず第一の理由です。でもう一つは安い1000円2000円ぐらいでだいたい全部たくさん買えるから、その全ての機材に付けやすい、統一しやすいっていうことが一つと、あと構造が単純なので、壊れにくいんです。いろんな各型番のクイックシューがあると思うんですけど、このねワンタッチとかじゃないがゆえに構造が単純であり、構造が単純であるがゆえにとても壊れにくい。で望遠レンズとかの台座も結構アルカスイスついてますよね。タブロンとかシグマとか、っていうところなんですよね。なので紹介しようかなっていう感じで、目次戻ります。アルカスイスとはっていうところですね、確認しまして、ウィキペディアで確認しまして、その次にですね、アルカスイスの構造と使う時のtips ですね。でそれからアルカスイスのそのクイックシューのこの受け皿っていうかにもいくつか種類があって、僕の持ってるやつを全部お見せしまして、で最後に扱う時の注意点をちょっと言ってっていう感じの流れになってございます。それではですね、アルカスイスこれじゃねえ、それではですね、アルカスイスとはっていうところに行ってみましょう。ウィキペディアに参照します。アルカスイスっていうのはですね、メーカーのことですね。これメーカーのことですね。スイスのボレラウにある業務用カメラ機材メーカー、本社のアルカスイスインターナショナルはフランスのブサンソンに拠点を置いている。同社の自由運台に用いているアルカスイス規格は三脚関連商品の代表的な規格である。日本での総代理店は株式会社健康プロフェッショナルイメージング、ということです。カメラ機材のメーカーだっていうところで、スイスにあるっていうところで、これですよ、アルカスイス規格ですよ。やばいのはアルカスイス製の自由運台及びプレートを採用している規格。1990年代以降、同社の自由運台 B1 の普及に伴い他の多くの企業がこれに対応するプレートを発売した。また三脚メーカーもアルカスイス社の製品と同規格のクイックシュークランプを組み込んだ製品を多数発売。三脚への着脱が容易であることや対応するプレートなどのアクセサリーが多いため、多くのメーカーがこの規格を採用しているっていうところなんですよ。じゃあもう見てみましょうか。アルカスイスのクイックレディッシュ。
今ですね、マジックランタンのここにもついてる、ちょっとカメラ変えます。今ですね、こちらに EOS-M にアルカスイスついてるんですよね。ちょっと撮ってみます。撮ってみますかっていうか、そうですね。どうしよう。つけてみますか。こちらの卓上三脚に、ちょっとつけてみましょう。こうネジがあるんですよね。こう緩めてこれつけるんじゃないですか。これで OK なんですよ。でもうこれでもうね結構強いんですよね。このネジをですね、こう緩めてこう取ればそれだけなんですよね。すごいごく単純な構造で、こう結構ねシューも頑丈だし、こっちの雲台も大体どこのやつも頑丈なんですよね。でこうネジだからなんていうんですかね、こうネジいいんですよ。アルカスイスっていうのはまあこういう感じのやつなんですよね。でそれが例えばですね、こちらですね、ジンバルのここにもアルカスイスのなんていうの、普通のクイックレリースこれなんですよ。リーブレースっていうジンバルなんですけど、普通のクイックレリースは、これね、取りにくいんだよね。すげえ使いにくいんですよこのクイックレリース。だからもうめんどくさくて、ジンバルもクイックレリースついてんだけどクイックレリース意味ねえみたいな。でなんかねよく外れんのこれ。だからよいしょ。あれほらね、わかりにくいの。でなんかシューってクイックレリースシューってわかりにくいんですよ。だからこれつければこう一瞬じゃないですか。なんか迷うことないじゃないですか、アルカスイスだったらっていう感じで、もうめちゃめちゃいいんですよアルカスイスでね。水平器もまあ一応ついてるし、まああんま見ないんだけどって感じでめちゃめちゃいいんですけど、じゃあこれちょっと撮ってどうなってるかもちろん詳しく見てみましょう。まあこういう簡単なシューなんですよね。でこういうまあなんていうんですか、クランプっていうか雲台のそのアルカスイスの受け皿の方とこれがまあ合ってないと使えないんですけど、ここにネジがあるんですよね。ネジが出っ張ってるんですよ。まずこのネジが4分の1ネジっていう一番カメラのこの下のに大体穴あるじゃないですか。あれ4分の1なんで、まあ一番基本的なやつ。もう一個が8分の3って言ってちょっとでかいやつがあるんですけど、4分の1と8分の3で、これは4分の1で、裏側見ていただけるとですね、ここに六角のネジがついてるんですよね。でこれ買って開封する時は、どっちもついてるんですよ。これは何かっていうと、ここへこんでんじゃないですか。これがこうもし緩んでた時にこうネジここ出っ張ってるから、こうなんていうんですか、ずれないっていうやつなんですよ。ずれないってやつなんですよ。でただ僕はちょっとこれずれないんだけど、かなりこう緩めた後も結構引っかかるから片っぽ取っちゃってるんですけど、基本的にはこのネジが2個ついてて、この個人的に僕が使う時には、ね、片っぽ取っちゃって、でいつも同じサイドからこう横からでもスライドして入るようにしちゃってるんですよね。そうすると完全にこう緩めないでもいくんですけどね。だ安全性って観点から言えば半減するんですけど、まあこれでっていうか、それ使いやすいんで全部そうしてますっていう感じですね。はい。まあ構造に関してはもうこうやって強いんですよ。でどのぐらい強いかっていうとですね、これが8キロぐらい多分あるんですよね。8キロ弱ぐらいなんですよこのカメラが今。でこのカメラ実はここがねアルカスイスでついてるんですよね。まあ、長細いやつなんですけどっていうぐらい強い。まああんまり大きいカメラになると、まあ、専用のシューを使った方がいいんですけど、まあちょっと僕は試しにやってみて、これね結構ね良かったんですよ。なんかねここのアジャストがそこら辺のビデオ雲台のその元々ついてるクイックシューよりも強いと僕は思います。もちろんさこうやって傾けたり
なんていうんですか、重いカメラを、こう高くしたり傾けたりしてる時は倒れる恐れは絶対あるんで、外れる恐れはあるんで、扱う時は注意するので、アルカスイスの強度が高いからっつって絶対大丈夫みたいな保証は一切ないですけど、その一応参考として8キロぐらいの、カメラでも保持できる、パワーがある、ちょっと長細いやつなんですけどね、これはね。はい。だから結構強度はね、かなりね、強い。っていうのと、便利さと、構造が単純だから壊れにくいっていうところで、はい。じゃあですね、様々なアルカスイスっていうところで、僕の持っているですね、アルカスイス何につけてるかってやつ全部、紹介していこうかなと思います。まずですね、先ほど紹介しました、卓上の三脚の上に、これはね、自由雲台を買ったんですよね。それにまずそれもアルカスイスでこの EOS-M をつけてます。はい。それから、ジンバルですね。これもアルカスイスの、これは受け皿っていうんですかの方を1000円ぐらいで売ってるんですけど、それをこのジンバルの元々のシューですね。ジンバルの元々のシューの上にまたネジで留めています。で、ネジで留めるときにこの受け皿の方は、買ったら大体ついてるんだけど、4分の1と8分の3を、こうチェンジするアダプターリングみたいなやつが必要になる場合があります。買ったらね、大体ついてるはずなんだな、これはね。はい。困ったことはないんで。はい。つけるのは、なので、ネジとかで、こういうのを使って、頑張れば、そんな問題なくいけるんじゃないかなっていうふうに思います。で、六角もあるといいですね。工具として。はい。で、それからですね、こちらの、ポケットシネマカメラ、これもですね、アルカスイスなんですよ。だからポケシネ直上専用にするのはちょっと悲しいじゃないですかね。 T3 で直上を取るかもしれないじゃないですか。はい。のでここをね、すぐ着脱できるっていうのはかなりね、良いです。はい。それから、こちらはですね、一脚、これよく使ってるんですけど、特にそのテーブルの上のものを取るときとか、三脚だとやっぱ場所取ったりしてアングルがね、自由度がなかなか効かないし、素早さも足りないんですけど、これついてるとかなりいいですね。はい。それからこっちの軽い方のカーボン三脚ですね、こっちにも、ついてます。はい。ね、アルカスイスのなんていうの、その受け皿の形がこれかなりスリムなやつなんですよね。さっきネジ片側取って使ってるって言ってたんですけど、これ両側ついてるとこうね、結構ね、ここのね、開きが緩めた時の開きがこう他のこっちよりもこう開いた時の幅がなんか狭いんですよ。だからこのネジが両側ついてるとなんかね、取りにくいんですよね。入れにくいし取りにくいみたいな。このスリムだから軽いからこういうカーボン三脚とかにいいんだけど、ちょっとね、幅がね、一番開いた時の幅がね、ちょっと違ったりするんですよね。っていうので、この人のせいで僕はそのネジの片側取る作戦になったんですけどね。これでもいけるよね。はい。で、それからですね、先ほどもお見せしましたけども、こちらのカメラですね。こうね、わかるかな？長細いやつがついてるんですよね。長細さの違いがわかりますかね？幅は一緒で規格も一緒なんだけど、だからうちの薄いやつもはまるんですよ。はまるんだけど、なんかこっちのこのカメラでかいし、こうね、ちっちゃいので保持するのちょっと怖いかなと思って、こう長細いのが合いそうだなと思って長細いのにしてるんですよね。バッチリでしたね。はい。結構この重めのカメラでも使っちゃってるんですよね。でもちろんこう重いから怖いんだけど、重いからこう本当はザハトラにした方がいいんですけど、これはクランプの回をまた別でもやるんですけど、先ほどT4 がここについてたんです。実はアングルがこういうアングル、さっき撮ってたやつはこれクランプで
こにアルカスイスシューがね、ここにこうもし設置するとこんな感じのアングルが取れるし、すぐ外せるっていう、このそれではですね、目次の方注意点最後、いきます。はい、じゃあちょっと注意点なんですけども、このアルカスイス使う時にちょっと注意することがありまして、こんな感じで、マウントアダプターとかをつけてデカめのなんていうの大きめのレンズをつけた時にですね、ちょっと仮に卓上三脚でこれ見せますけど、こうはめた時にですね、このネジが、レンズに干渉する時があります。特に大きめのレンズをつけた時で、今ギリギリ大丈夫ですけど、ここのねここのサイズっていうかがねこのネジと干渉することがあるんですよね。なのでそういう時はこっちにつければいいっちゃいいんですけど、ネジと逆の方向にそれはそれでここのネジがもうちょっとね、こんぐらい、このネジのサイズだとねギリギリ大丈夫だけどもう当たってますね。わかりますか？なのでそういう時はこれ後ろにこうネジ回すところをつけてるんですけど、干渉する時があるから後ろにつけるね、こういう時にねつけた方がいいというところですね。だから前だとこうで、この時もこうフリップする液晶とかだとなんてここも液晶がガクって当たったりする時もあるっちゃあるって感じで、それともう一個はここのなんていうんですか、プレートをカメラに対してこう縦にすんのか横にすんのかっていう話があると思うんですよね。で望遠レンズとかについてるやつは縦になってるんですよ。でただ縦で使うとさっきの干渉の話もあった通り、実はねここはもうすでにねこことここはね当たるからこれ縦できないんですよ。マウントアダプターのこのなんて台座の部分にこれ当たってもこれ縦にはならないんですよね。ここにつけりゃいいんだけど、マウントアダプターの場合は、だから縦につけるのか横につけるのかって問題で、小型で使う時は僕は横にこうつけるのがいいと思います。ででもこうちょっと大きめの長いシューにつけてる時ってこう縦につけてるんですよね。だからそういう時ってこのビデオ雲台のこの、本当はこっちが前なんだけど、こうつけなきゃいけなくなっちゃうんですよね。横につけなきゃいけなくなっちゃうんだけど、一応ねこういう変換するやつがあるんですよ。一回一瞬僕この縦横問題一回こう戸惑ったんでやべえみたいになったんでこれ横にできるやつがあるんですよ。そうするとこれも横にこうつけられるって感じでございます。一応こう縦横問題で長細いのを使った時に縦横問題で困った時は変換するやつありますっていうところですね。でこの時もこの変換のここはね結構当たるのあると思う、レンズによっては。これは大丈夫だけどギリギリ大丈夫だけど、でも傷つくかもしれないからそこをちょっと注意しといて見てみてください。できない時あるっていう感じで、縦横問題はその一応こう変換するこれもありますよって。ただ別にそんな使わなくてもいいけどね、横か縦かで統一していけちゃうようにするのが一番いいと思うんですけど、っていう感じです。アルカスイス本当に使ってて安いし強いし結構早いんですよね。逆にこのマニュアル操作の良さっていうのがねやっぱあるんですよ。なんかでもうちょっとマンフロットの7000円ぐらいのねクイックレリースシューとかっていうのを使ってる方も結構いるんですけど、値段とねところで壊れないんですよね。アルカスイスはこれかなりね広範囲にね安くて強くてっていうんで使えると思うんで、すごいおすすめなんでこうなんだよ三脚つけるたびにこうシューをねつけたり取ったりしてすごい面倒いじゃないですか。これつけとけばなんてこうガチャって例えばアスファルトの上にこうって置いた時に最悪ここの底面はね傷はつきにくいと思うんで、すごいおすすめなんでっていう感じで紹介してみた次第でございます。こんな感じでですね、撮影の話、機材の話、それからエンタメコンテンツやってまいりますので、よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ちょっと春だしね、進撃の巨人終わっちゃったしね、何かやらないといけないかなっていうふうに、思いまして、あとリハビリもありましてですね、そんな感じで今後ともよろしくお願いいたします。
それではまた。